こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、観測史上最大級の台風10号が接近する中強行された、1982年鈴鹿8時間耐久ロードレースについて解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。台風の中、オートバイのレース？これは解説聞く前からとんでもないわね。ニアミスはたまにあるんだよな。2018年の8体とか、台風がエグいコースで狙い撃ちしてきたな。あの台風は結果的にはレースを面白くしたわね。8時間の中で雨の時間もドライの時間もあったし、観客的にはな、しかしあれ以上の風だとチームやライダーはきついだろな。運営がやると言ったら基本出るしかないしな。特に鈴鹿8体は世界耐久選手権のシリーズ戦の一つだから、1戦落とすと年間の総合順位に影響してしまうんだ。こうして、台風だからといって欠場するチームもなく、1982年鈴鹿8体は始まるわけだ。結果的に天候は大いに日本人チームに味方したんだ。これから解説するぜ。頼むわね。まずは当時の話題について3点ほど紹介するぜ。1番、1981年大会でなんと前年の予選タイムを3秒も更新する化け物ぶりを見せた、当時まだ21歳のワインガードナー。前年決勝でリタイアした雪辱戦になるかと思われたが、この1982年は体制がまとまらず出場見送りとなった。日本のファンにとっては残念な話だった。2番、吉村鈴木の監督といえば加藤洋平氏だが、父親の加藤翔平氏が1981年11月、静岡県の鈴木有用テストコースで亡くなったんだ。加藤翔平氏はテストドライバーをやっており、テスト走行中の事故だった。加藤洋平氏は当時、6歳だった。この悲痛な事故により吉村のレース活動自体、休止が検討された。活動継続を決定し8体の準備に入ったのは1982年に入ってから、吉村にとって1982年の鈴鹿8体は大変なスケジュールの中観光するレースであり、加藤翔平の弔い合戦でもあった。加藤洋平監督のお父様が事故に遭われてたなんて。3番、最後の話題はもちろん天候だ。この1982年は台風以前にそもそも異常気象だった。梅雨時にあまり雨が降らず、水不足となる地域があった。梅雨の時期に水不足ってそんなバカな。そして7月中旬に集中豪雨となって一気に日本を襲ったんだ。1982年7月23日に長崎県で記録された1時間あたり187ミリの降水量は、現在でも日本記録だ。7月20日から30日の総降水量だと1000ミリ超えの地域もある。地盤が緩み、土砂崩れや土石流が頻発。この集中豪雨でなんと299名が犠牲になったんだ。そして、集中豪雨の復旧も待たずして台風10号が日本に迫った。これも記録的な大型台風だ。7月29日には900ヘクトパスカル、最大風速65メートルに発達した。900って、分類上はカテゴリー5、スーパー台風クラス。ちなみにカテゴリー分けは1が最も弱く、5が最大だ。最強ってことじゃない。この台風が8月2日0時頃、なんと三重県に上陸するという。ちなみに鈴鹿8体の決勝レースはその前日、8月1日だ。みんなサーキット行ってる場合じゃないわ。各自治体で指定された避難場所に行くべきよ。まあお金かかってるから主催者的には絶対やりたいんだろう。あといくら鈴鹿サーキットが拒否してたとしても大元の FIM にやれって言われたら拒否できないかもな。というか普通に、北上するにつれ台風は弱体化するからな。台風の影響が出る前にレースが終わる見込みがあったようだ。知らないわよどうなっても。その見立ては途中までは良かった。まずは7月31日土曜日の予選だ。まさかの雲一つない青空。素晴らしい8体日和。9時30分から刑事予選が開始された。トップタイムでポールポジションを獲得したのは鈴木フランスのサミンペルネ組で、タイムは2分17秒51。前年ワインガードナーが叩き出した2分14秒76からすると微妙すぎるタイムだが、これはガードナーが早すぎたのと予選を重視しない長期戦派のチームが今回多かったためだ。この予選中、ホンダのワークスチームに大トラブルが発生。初代8体王者、ボールドウィンのペアライダーであるジョン・ベトンコートがスプーンカーブで大転倒したんだ。ジョンは大腿骨骨折で退場。急遽チームを再編成した。第2ワークスチームのエース、木山健吾を引っ張ってきて本命チームをボールドウィンと木山健吾のペアにしたんだ。なるほど、早い2人を固めたのね。木山選手がいなくなった第2ワークスチームはどうなったの？安倍隆夫と組んだのは予備ライダーの一ノ瀬則明だ。これらの采配が吉と出るか凶と出るかはすぐにわかるぜ。
この7月31日は他に14時からの4時間耐久レースがあったが天候に恵まれトラブルなく実施されたぜ。さて問題は8月1日、決勝レースの日だ。7月31日の夜間からポツポツ降り出した雨はだんだんと強さを増してきていた。風もかなり強い。想定外だ。台風が来る前にやりきれるって言ってたじゃないですか。朝9時の時点で台風10号は960ヘクトパスカル、最大風速35メートル。暴風域の直径400キロ、強風域の直径1000キロで、鈴鹿市の真南600キロのところにいた。もうすぐ強風域に入るのね。大丈夫かしら。集まった観客はこの日曜日だけで11万人。台風にもかかわらず前年より1万人間で住んでいるのは当時のファンは今より熱量が相当高かったからなんだろうな。9時からフリー走行。コースはすでに川や水たまりだらけだ。運営が協議した結果、6時間の短縮レースとすることが急遽決定した。それでもかなり過酷なレースとなるだろう。規定時間の60%が完了すれば大会成立とみなされるんだ。じゃあ5時間のレースでいいじゃないかという選手もいた。なるべく短く、なら確かに5時間が合理的よね。なんで6時間になったのかしら。逆みたいだぞ。せっかく来場した観客のためになるべく長いレースにしたい。しかし観客は安全に返さないといけないよな。どんどん雨が降って一定の降水量を超えると山道の封鎖や鉄道の運休が発生するが、そのギリギリ手前で帰れるレース時間が6時間と計算したんだ。各チームは予定外の雨に対しタイヤ選定やセッティング変更に大忙しだ。レーンタイヤの用意がなくタイヤにカッターで溝を掘るチームもあったようだ。11時30分、定刻にレースがスタートする。雨の決勝レースってだけでも8体史上初。さらに6時間の短縮も史上初だ。好スタートを切ったのが鈴木の本命チーム。初代王者ウェスクーリーと前年の覇者デビッド・アルダナのペアだ。優勝コンビ、豪華すぎ。そして2周目でいきなり大波乱が起こった。ホンダの本命チームのボールドウィンが 130R で転倒。なんとか自走してピットに戻ったが大きなロスだ。なんとかマシンを直して出ていった3周目。今度はスプーンカーブでボールドウィンがまたも転倒。今度こそマシンは壊れ、早くも優勝候補の一角が退場した。非常に残念な結果だ。木山選手に至っては決勝レースを全く走れずに終わったわけだしな。ボールドウィン選手、雨は苦手だったの？そうなんだ。ボールドウィンの故郷、アメリカでは雨が少しでも落ちようものなら即座にレース中止だ。実は大雨の中走った経験はほとんどなかった。一方、日本人ドライバーなら雨のレースは当たり前だ。早い木山をボールドウィンと固めてしまった前日の采配は、天候が悪化したことで完全に裏目に出たんだ。鈴木はアクスチームのアルダナは出だしは早かった。マシンは鈴木刀をベースに吉村がチューンしたテスタロッサ 1000R だ。今大会最大、154馬力だ。でも大雨でしょ？フルパワーで走れるの？走れないな。それどころかパワーが出てしまう分抑えて走るのは余計難しい。アルダナは独走体制だったがコースの状況を見てペースを落とさざるを得なかった。4周目にホンダの車内チーム、伊藤博之がトップに出た。予選はアルダナが2分18秒台、伊藤の CB900F は2分29秒台。大雨が完全日本人チームに味方していた。晴れだったら全く相手にならず負けてたわね。台風が味方するなんて。雨はどんどん強くなった。コースはそこら中深い川だらけ。トップチームでも2分50秒台から3分台で周回していた。折り返しの3時間が経過する頃、上位が日本人で固まる。これは信じられない光景だ。これまで日本人は優勝したこともなかったしな。海外勢で奮闘したのはやはりアルダナ・クーリーのペア。5番手あたりだったが、アルダナは一時は2分30秒台という他のマシンとは異次元のペースで猛追を見せていた。ところがそのアルダナ選手、70周目で大事件が起きてしまう。最終コーナーからメインストレートへの立ち上がりだ。本来、フルアクセルで走るところね。この吉村のバイクが一番活躍できるところだけど、この状況じゃ反対にすごく走りにくかったでしょうね。ああ。下手にアクセルを開けるとすぐ転ぶ。メインストレートに入ったな。ここでアルダナ選手はチームや観客の目の前で転倒してしまう。そしてハイドロプレーニング現象のお手本のような滑り方で、深い水たまりに乗って延々200メートル以上滑った。水たまりが幸いし怪我はなかった。アンラッキーな転倒だけど、そこはラッキーだったわね。日本人選手が後のインタビューで話してたが、日本人選手は当然水たまりや川を避け、障害物競争の感覚で走ってたそうだ。一方海外勢、特にアルダナやボールドウィンなんかのアメリカ出身の選手は雨でもラインを変えずに突っ込んでいて、日本人の感覚からすると驚きだった。
誰もがリタイアと思ったが、アルダナはすぐ起き上がりリスタート。ピットインを余儀なくされ順位としては10番手ほどに落ちてしまい、これで勝負あった。この70周目はホンダワークスのアベ一ノ瀬ペアも転倒。マシンが修復できずリタイアしている。優勝候補のチームが次々脱落したのね。ちなみに15時頃、台風は鈴鹿市の真南350キロの洋上にいた。中心気圧965ヘクトパスカル。最大風速35メートル。ほぼ朝と同じ勢力を保っている。鈴鹿市の8月1日の降水量はその15時時点で174ミリもあった。みんな早く帰って。その頃1号線の鈴鹿峠が土砂崩れで通行止めになったり、鉄道が続々運休したりという情報が入ってきていた。しかし途中で帰る観客はあまりいなかったようだ。レースはその後大きな波乱はなく、午後5時30分に終了した。優勝はチームブルーヘルメット MSC の飯島茂雄、萩原慎二ペア。前年優勝者は199周だったが、今回120周を周回した。2位も同じくチームブルーヘルメット MSC だ。この2チームの選手はホンダ市販車のテストドライバーで、様々な路面環境での操縦安定性をチェックするのが仕事だ。雨を最も得意とするライダーが勝ったのね。ああ。8体史上初、表彰台を日本人が独占した。海外勢は5位にホンダフランスが入った。6位は転倒後もなお猛追した鈴木のアルダナクーリーのペアだ。アルダナさん6位だったけど、果敢な走りを見せて転倒でも諦めることなく6位入賞は素晴らしいわね。ああ。アルダナ選手が評価された一方、他の海外勢の選手には厳しい見方もあるんだ。遅かったのは鼻から勝ちを捨てて安全に走ってたからだ。勝負しようとしてない。ってな。この8体は世界耐久選手権、全8戦の5戦目だ。まだ残り3戦ある。無理して怪我でもして、3戦捨てることになったら確かに最悪だからな。ホンダのワークスにチームは完走できず撃沈したが、それでもホンダのチームが優勝。1981年に続き、ホンダとして初の8体連覇だ。一緒に喜びを分かち合った。完走したのは57台中、43台だ。結構残った。転倒は数字以上に多いが、低速で転倒しマシンは無事ってパターンが多かったようだ。以降、世界耐久選手権としては8体を除くほとんどのレースで川崎が勝ち、総合優勝した。2年連続だ。川崎って耐久レースすごく強いのね。そして台風だが、レース翌日の8月2日0時に愛知県に上陸。970ヘクトパスカル、最大風速30メートルの強さだった。中国地方から東北地方にわたって広く土砂崩れや浸水などをもたらし、被害総額は観測史上最悪の5916億円に上った。全国で95名が犠牲となった。犠牲者も多く出てしまったのね。よく開催したわほんと。犠牲者の中に8体の観客がいなかったことを願うわ。準日本人チームの優勝が次見られるのは15年後の1997年だな。この時も台風が直撃したんだ。まあ伊藤真一湯川徹のペアだから台風が来なくても勝ってたかもしれないがな。以上、今回は超巨大台風上陸の前日に強行され、奇跡の日本人初勝利を挙げた1982年鈴鹿8体について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。